やっと晴れたな。2個目の基礎も外ったか。はい、おはようございます。本日は4月4日の金曜日。はい、久々に、晴れました。はい、おかげさまでね、気温の方も、今はねちょっと朝寒いんですけど、はい、何やら、上昇しそうな予感でございます。はい、ということで、晴れたので今日も残り初り作業をしていきたいと思います。ということで本日も花ちゃんよいしょよいしょ、どうぞよろしくお願いいたします。にゃお。それでは初っていきたいと思います。久々のいい天気でございます。はい、ということでね、今日も、初り作業となります。やっとね、2台撤去が終わりまして最後の1台ということで、とっととね終わらせたいところは山々なんでございますが、はい、昆虫症硬いんですね。はい、ですので、少しずつ外っていかないと、なかなか外れません。はい、ということでね、角をまずやっつけてですね、はい、そして、天場ですね、上の方を一周ぐるりと、外っていきます。そしてね、今日もですね、頑張って外っていくわけでございますが、はい、一周終わりまして、何やらね今日はね天気がいいのでございますので、はい、だんだんね暑くなってきております。そして、ジャンバーを脱ぎましてですね、はい、そして、初り柄を拾って、はい、初っては広いということで、右奥の柄袋が、だいぶ溜まってきました。はい、人が通れないぐらいね溜まってきてしまいました。何事もね、コツコツやるということを、若いうちにですね、知るとですね、大人になってからもですね、有利に働くことが多いでございます。どうしてもね短期間でね、成果を上げようと、そういうふうに大人になるとですね、考えがちでございますが、やはり短期間でね、得たものというのは短期間で、なくなって失ってしまうものでございます。もうよくね、玄関のね、雨どい、軒下の雨どい、そこから一滴の水がポタポタ下に落ちますとですね、そこの下に石がありまして、その一滴一滴の水がですね、
石をも穴を開けてしまうということを、見たことがある方もいらっしゃると思います。まさかね、一滴の雨がですね、水がですね、岩をも砕くとは誰も思わないと思いますが、何年何十年と、一滴の水が、滴り落ちますとですね、石をも穴を開けてしまうということが現実として起こるわけでございます。ですのでね、こちら祭りもですね、一気に壊すのではなく、ちょこちょこ細かく砕いてですね、はい、そうすると、いずれは全てが崩れ落ちるということでございますので、皆さんもね、何か、コツコツと続けるものを探してみるというのも、人生楽しいのではないかなと思います。はい、それとね、先週ですね、東南アジアミャンマーの方でね、大きな地震が、ございましてですね、ちょっとびっくりいたしました。私はですね、ミャンマーにはですね、もう5、6回もっとかな、行ったことがございましてですね、向こうに友達もいましてですね、何度も行ったことがあるんでございますが、地震というものに対してですね、ほとんど起きたことがなかった国でございまして、地震対策なんていうものは皆無に等しい、国でございます。そのミャンマーがですね、マグニチュード 7.7 ですかね、というニュースが入ってきまして、ちょっと私は目を疑いました。まさかミャンマーで大地震？いやほんとね、実際行ってみると分かるんですけども、地震があったらすぐ壊れるような建物ばかりでございます。鉄筋もね、ほとんど入ってない建物も多いですし、なんですかね、パゴダっていうね、お寺寺院がですね、結構あちこちらにあるんですけれども、それも結構、やはり大きくて高い、トップがですね、金色に塗られた、トップがですね、あちらこちらにあるんですけれども、それもですね、ほとんど鉄筋も入ってませんし、地震が起きたらですね、一瞬でぺちゃんこと、いうようなものを、見てまいりました。ですのでね、まさかミャンマーで地震が起きるという、ちょっとびっくりしました。そしてね、ミャンマーにいる友達にね、速攻メールいたしましてね、大丈夫ですかと、地震は、の影響はないですかということで、メールしたわけでございますが、その人はですね、ヤンゴンという首都に、いるわけでございまして、ヤンゴンの首都は旧首都っていうんですかね、古い首都ヤンゴンは、あまり地震の影響はなかったそうでございます。で、新しい首都マンダレーというね、そちらは、もう壊滅的な、被害を受けているということでございまして、はい、ちょっとびっくりしましたね。
マンダレーというのは、どちらかというと中国の国境に近い、町でございまして、そこがですね、ここ10年ぐらいで、急発展してですね、首都移転したわけでございますが、はい、建築ラッシュで、建てたわけでございますが、一瞬にして建物が崩壊しているという映像を見てですね、いやーちょっと胸が痛みました。日本もね、地震大国で、毎年というかね、定期的にあちらこちらで大きな地震がございますが、まさかミャンマーで地震が起きるとは思っておりませんでした。ただね、ニュースの報道とか見てるとですね、ミャンマー大地震と言いながらですね、タイバンコクの、映像がほとんど流れておりまして、ちょっと私は違和感を覚えました。なぜミャンマー震源地なのに、タイバンコクの映像ばかり流れてるんだろうかなと。建設途中のね、ビルが、崩壊したというインパクトもあるんでしょうけども、なぜか、タイのですね、映像ばかりが流れていたので、非常に違和感を覚えたわけでございますが、やはりミャンマーというのはね、軍政権が、元の元首アウン・サン・スー・チーさんを、軟禁して、軍が、今統治しているという状況だったので、多分報道もね規制されてなかなか入れなかったのかなという、感じはいたしますね。はい。いわゆる大人の事情ってやつですね。はい。ということで、ミャンマーもそうなんですが、皆さんはね、7月7日、災害説っていう、お話をお聞きしたことがあるでしょうか。漫画家で、たつきりょうさんという方がですね、私が見た未来という漫画で、7月5日に、大災害が起きると、そういう予言のようなね、ものをしている方がいらっしゃいます。でその方は、夢に、出てきたということで、どうやら、南海トラフ地震の位置あたりにですね、災害が起きて、地震なのか隕石なのか分かりませんが、大混乱を起こすということで、ちょっと、ざわつかせておりますが、今までもねノストラダムスの大予言とかね、さまざまな予言ものはですね、ございましたので、話半分ということで聞いておるわけでございますが、この7月5日というのはどうかは分かりませんが、南海トラフ地震がね、30年以内に、80% の確率で起こると、いうことを言われてて、ほぼほぼ起こるのは確実だと。ただいつ起きるかは分からないというような、話があります。もし南海トラフ地震が起きた場合ですね、前回起こりました東日本大震災の、10倍ぐらいの規模に被害が拡大するというふうに言われております。でさらにですね、悪いことにその南海トラフの、歪みですね、
地面の歪みが起きた後にですね、富士山が復活するんではないかと、富士山の下のマグマがですね、揺られてですね、そして富士山が復活するんではないかと、言われております。まあ本当に起きるかどうかはね分かりませんけれども、やはり地震大国日本、もし起こった場合ですね、特に他の場合はですね、火山灰が、地面に 2,3 センチ積もっただけで、全てのインフラが止まると言われておりまして、火山灰はですね、雨や風で、なくならないものらしいんですよね。ですので人工的に除去しないと、いつまでも、そこの場所に残ると。それと雨が降ると、下水道排水にですね、流れ込んで、それがですねまるで石膏とか粘土のようにですね、固まってしまうということらしいんですよね。はい、ですので、火山灰対策っていうのもね、考えなければいけませんし、あと起きた場合ですね、真っ暗になるそうですね。はい、太陽を遮断して、真っ暗になるということなので、その辺もね知識としては、押さえておいた方がよろしいのかなと思っております。で私はね幸いにしてですね、目指せオフグリッド、いわゆる自給自足を目指しておりますので、何か、インフラにですね、支障が起きてもですね、なんとか生きていけるように、ここフッツラボではですねさまざまな対策を考えております。常にですね。はい、ただね、その規模にもよりますのでね、何とも言えませんが、皆さんもご注意くださいということで、本日の作業は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。初利がですね、また最後3個目の、基礎の、半分ぐらい、はい、今日は終わりました。はい、ということでね、今日はだいぶ暖かくなってきてんですが、まだちょっと風が冷たいですね。はい、まだまだぐんぐん気温上がりそうですけども、はい、今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。疲れた。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたしますということで、以上となります。ありがとうございました。人月